もう絶対女子は来るべきだよ。はい、ではコロンボ発イスタンブール行きのトルコ航空ですね、登場していきます。機内に入りました。シート配置は 2×4×2 ですね。でシートピッチは結構狭い、結構な長時間フライトなんで、これは嫌だな。機内エンターテインメント、まさか日本語が選べます。日本語の映画も何本かありました。忍たま乱太郎とかで1回目の機内食です。バナナブレッドだそうです。パンだらけ。2回目の機内食です。チキンかパスタを選べてチキンにしました。予定より数分早くイスタンブールの空港に着きました。今現地時間、トルコの時間で12時59分です。昼ので、トルコには入国せずにですね、トランジットとなります。ここイスタンブールからエーゲ航空でギリシャのアテネへ向かいます。ここから1時間半ぐらいらしいので、めちゃくちゃ近いみたいですね。はい、ではイスタンブール発アテネ行きのエーゲ航空乗っていきます。出発が1時間10分も遅れました。なんかエーゲ航空調べたら結構遅延多いみたいです。はい、機内乗り込みました。 3×3 のシート配置ですね。でシートピッチは狭い。機内エンターテインメントもありません。アテネへ向けて出発しました。機内食、軽食だけもらいました。こんな感じです。5分にアテネの空港に着陸します。入国審査はですね、もう一瞬で終わりましてですね、今預け荷物が出てくるのを待っているところです。時間がちょうど夜の7時になりますね。実はですね、今日の最終目的地はここではありません。もう1本フライト乗ります。最後もう1個のフライトがここアテネからサントリーニ島になります。今のイスタンブールからアテネへのフライトが1時間10分ぐらい遅れたんですよね。でなので今から乗るアテネからサントリーニ島まで、やべえ時間ない、大丈夫かなって感じだったんですけど、アテネ着いた瞬間メールが来まして、アテネからサントリーニ島へも30分遅れるとメールが来ました。エーゲ航空やべえな。次もエーゲ航空なんですけど、もうエーゲ航空2分の2で遅延なんだけど大丈夫この航空会社。もともとですね、8時半、夜の8時半発のフライトだったんですけど、9時発になりました。ギリシャの情報をちょっとお話します。ギリシャの首都はここアテネですね。通貨はユーロになります。今現在1ユーロが172.97 円なので、キリがいいので173円で計算表示しようと思います。でコロンボとアテナの時差はマイナス2時間半ですね。日本から見たらマイナス6時間っていう感じの時差になります。国内線のチェックインを終えて荷物預けたので暇になったので、ちょっと空港の外出たんですけど、見てこれ超綺麗。今日が沈んだぐらいの時間帯だと思うんですけど、めちゃくちゃライトが綺麗ですね。アテネ発サントリーニ島行きのフライト、もともと8時半発予定が遅れて9時になるよってなってたんですけど、また新しく情報が来て10時になるそうです。エーゲ航空やべえな。コロンボ時間だともう0時とかなんで疲れた。夜9時38分、ようやく搭乗開始です。長い。はい、機内に乗り込みました。シート配置は 3×3 です。シートピッチは広くはないけど短距離なんでいいでしょう。10時13分にアテネからサントリーニ島へのフライトがやっと離陸します。サントリーニ島が見えてきました。もうすぐで着陸です。37分、飛行時間わずか20数分でサントリーニ島の空港着陸しました。今預けた荷物を待ってるところです。やっと今日の目的地に着きました。
コロンボの時間だと夜中1時半ぐらいなんで、もうほんと22時間ぐらい稼働してますね。いや長かった。1日で3フライト乗ったのはもしかしたら初めてかもしれないですね。やっと荷物受け取りました。最後の方になったからめちゃくちゃ時間かかりました。でも時間が時間なんで、タクシーかウーバーで行こうと思うんですけど、タクシー何台かいるからもうタクシー捕まえて行っちゃおうかな。空港出たらこんな感じですぐ目の前にタクシー乗り場がありました。タクシー乗り込みました。ウーバーで調べたら40ユーロだったんですけど、30ユーロで行ってくれるらしいです。まあ高いけどね。どうやらホテルの近くの中心地に来たようですが、道がすごい入り組んでますね。着きました。だいたい12分ぐらいで着きましたね。で、今日、泊まるホテルこちら、カフェエリスビューっていうホテルですね。チェックインしようと思います。今部屋の中に入りました。ちょっと懸念はしてたんですけど、フロントに誰もいなかったんですよね。うわ、やべえ、終わったーってちょっと思ったんですけど、フロントのとこに緊急連絡先みたいな電話番号が書いてあったんで、その電話番号を WhatsApp で電話したら繋がってですね、外のなんかボックスみたいなところの中に鍵あるからそれ取って入ってって言われて入れました。いや、よかった、危ねえ。入ってですね、いきなりここにベッドがあって、机、デスクがあって、冷蔵庫。無料の水2本ありますね。エアコンもあります。テレビもあるんだね、一応。ここがクローゼットですね。なかなか広々してていいですね。で、実はですね、こっちにもう1台ベッドあるんですよね。ここ、部屋タイプトリプルルームってなってたんですよ。一番安かったんでここにしたんですけど。で、水回り、トイレ、洗面所。アメニティちゃんとありますね。シャワージェルとシャンプー2本ずつ。で、石鹸も2つあります。で、ハンドソープもあるんだ。素晴らしい。今開けたんですけども、テラスもありますね。今暗いのでどういう帳簿かわかんないんですけど、明るくなったらどんな感じなんですかね。めちゃくちゃ楽しみです。で、Wi-Fi の速度もそこそこいいっすね。悪くないです。こちらに一泊だけします。一泊素泊まり、朝食なしで9464円アゴダで。海沿いというか海まで近くて、で、それでいて結構安かったんですよ。他のところに比べると。海沿いじゃないもっと安いホテルは全然もちろんいくらでもあったんですけど、9000円ぐらいならそこまで変わらなかったんで、このホテルにしちゃいました。ということで今ですね、夜の11時40分です。明日の日の出の時間が7時17分みたいですね。なので日の出の時間までには起きて、明るい時間帯にこの辺の景色を楽しもうと思います。ということで今日はもうとっととシャワーだけ浴びて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。10月6日月曜日朝7時22分になります。ちょうど日の出ですね。朝日が出てきてくれました。めちゃくちゃ綺麗です。ということでサントリーニ島の朝日でした。サントリーニ島は夕日の方が有名だと思うんですけど、朝日もめちゃくちゃ綺麗ですね。この私のホテルは、サントリーニ島の西側の海岸沿いなんですけど、こっちは東側ですね。まあ当たり前ですけど。改めて部屋のテラスから見たサントリーニ島はこんな感じの風景になっております。西側向きだったら海が見えると思うんですけど、まあ東側も海見えるんだけどね。こんな感じになってますね。今知ったんだけど、ホテルにテラスがあるっぽい。出てみましょう。あ、こっちが西側ですね。わ、こんなスペースある。わ、すげえ。わ、すげえ、大型船が。いやー、めっちゃいい景色じゃん、このテラス。このホテルもしかして、この辺りだと一番高いところにある。すげえ、西側はこんな感じで断崖絶壁なんですよね。いや、すげえ、すげえ。こりゃすげえや。いや、そこにあるのが、ちょっと有名なブルードームのとこですね。反対側、東側も一応ちょっと見れるようになってますね。まあ、ここは部屋からの景色と変わんないけど、こんな感じですね。朝飯食いに行こうと思います。まあこの辺散策がてらですね。今ハイシーズンではないとはいえ、すげえ静かですね。ここから徒歩12分ぐらいのところに、まあ、この時間でもやってるレストランがあるそうなので、そちらに Google マップに従って歩いていこうと思います。Google マップに従って歩いてると、こんなすごい細い道を行くんですね。まだ来たばっかなんでよくわかってないんですけど、サントリーニ島は多分そんな感じなんでしょうね。海沿いは特に。歩いてたら、こんなとんでもない絶景の場所もありました。いや、サントリーニ島すごいですね、これは。この道もめちゃくちゃ絵になりますね。すごいわ。ここにチャーチ、教会があるんですけど、もうこの色ですよ、色。この色使いセンスありますね。素晴らしい。
この道も街並みも最高っすね。で、この辺に来てようやく観光客、人が増えてきましたね。ようやく車道に出てきましたね。私のお目当てのお店はこっから徒歩数分ぐらいのところになります。お目当てのお店、レストランコーナーレストランというところです。入ります。こちらがメニューですね。ブレックファーストメニューがあるのでこの店に来ました。で、私はせっかくなんでブレックファーストをグリースにしようと思います。19ユーロもするけど、このカギアナストラディショナルレシピの卵料理だそうで楽しみですね。ブレックファーストグリース来ました。すごいね。こんな感じなんだ。オレンジジュースとコーヒーで、サラダとヨーグルトとフルーツと、これはナッツとかドライフルーツかな。で、これがパンケーキ、トーストで、これこれあれだ、さっきメニューで見た卵料理だ。すげえ。何これ。では、いただきます。では、この卵料理食べてみようと思います。こんな感じですね。卵の形状はスクランブルエッグみたいな感じですね。いただきます。うまい。トマトと合わさってめっちゃくちゃうまい。これ途中で気づいたんですけど、卵とトマト以外にもチーズが入ってましたね。チーズやっぱヨーロッパって感じですね。大量のヨーグルトと大量のフルーツということで、いやー健康的な朝食です。ごちそうさまでした。お会計19ユーロですね。はい、ではですね、ホテル周辺まで戻ってホテル周辺を散策しようと思います。駅とは違う道を通っていこうかなと思います。ちょっとした市場になってますね。魚が売ってて、野菜果物が売ってますね。おもろ。このちっちゃいブルードームも映えますね。で、奥にある塔は行きに見た教会ですね。あれはサントリーニ島は西側が小高い丘みたいになってるみたいなので、西側に行けば行くほど上り坂って感じですね。サントリーニ島って犬とか猫がめちゃくちゃいっぱいいるイメージあったんですけど、今んとこ全く見かけないですね。生息地域が限られてるのか何なのかわかんないけど、寂しいな。いや、こっからの景色も見事ですね。今更なんですけど、こちらの海はカルデラ湖なんですよね。昔はそこも陸地だったんですけども、火山噴火で真ん中がくり抜かれた感じになってます。それでエーゲ海と繋がった感じですね。行き以上の素晴らしい絶景に出会えました。いや、すごいね。カルデラ。そしてほぼ白の街並み。いいですね。もう絶景だらけでどうすればいいかわかんなくなってきました。いや、素晴らしいです。こんなの絵画とか、ポスターとか、世界ですね。もう絶景すぎます。ここはもう島の西側のスレスレのとこですね。もうこれより西は崖しかないって感じのとこまで来ました。で、そこから見た景色がこんな感じで。いやー、素晴らしい。エーゲ海。サントリーニ島の最西端を進んでいくと現れるのが、有名なブルードームが見えると思ったんですけど、こっち側からだと見えませんでした。この鐘の奥にあるはず。で、ここでついにサントリーニ島第一村猫を発見しました。おとなしいね。結構遠回りしないと上に行けなさそうですね。まあ、しょうがない。ミスったわ、これは。ここに結構人がいるんで、こっから見えるんだと思いますよ。あ、これ。いや、これっすね。有名なやつ。Google マップ上の表記だと3ベルズオブフィラってなってますね。ブルードームよりも3つのベルがメインです、本来は。ちなみにここはフィラという町になりまして、で、右側、北側、北西側ですね。あちらのここよりもっと高い場所がイヤという町になります。白い建物で統一されてますね。ちなみにこの場所なんですけど、私が泊まってるホテルめちゃくちゃすぐ近くなんですよ。マジで徒歩1分かかんないぐらいのとこです。そういう意味でも私が泊まったホテルなかなかいいっすよ。はい、先ほどの第一村猫がいた場所に戻ってきました。ここでちょっと景色を眺めてからホテルへ帰ろうと思います。改めてイヤ方向はこんな感じですね。真っ白。それではチェックアウトの時間も近づいてきたのでホテルへ戻ろうと思います。この景色眺めてたらね、マジで目が良くなると思う。はい、ということでホテルへ戻ってきました。ほんと3ベルズのとこから徒歩1分。それでですね、こちらカフィエリスアパートメンツオンザクリフ、こちらのホテルですね。この後チェックアウトします。いつものようにホテルの評価を星5つ中で評価したいと思うんですけど、星5つでいいと思います。まず何よりですね、1泊9000円ちょいですよ。ヨーロッパで、ギリシャで。
サントリーニ島で。で、しかもフィラの海岸すぐ近く、めちゃくちゃ有名なスリーベルズ・オブ・フィラまでマジで徒歩1分ぐらいでした。そんな立地で、それで1泊1万円いかないっていうのは、多分めちゃくちゃ破格なんじゃないですかね。それでいて部屋の中綺麗だし、設備整ってるし、シャワーももちろんちゃんとお湯も出ましたし、文句つけようがないんですよね。減点する材料がないんですよね、全く。もうなので、もう星5つとさせていただきます。で、それでここをチェックアウトするんですけども、サントリーニ島はこれで終わりではございません。別のホテルへ移ります。今度はですね、さっきも動画で映した、島の北西側にあるイアっていう町ですね。そちらにあるホテルへ行こうと思います。で、ホテルチェックアウトしました。で、ここフィラからイアへ行くんですけども、バスで安く行けるそうなので、バスターミナルに行こうと思います。で、ホテルチェックアウトの時に、税金2ユーロ必要って言われたんで、払ってきました。で、バスターミナルは、朝食を食べたレストランの方向で、さらに南へもうちょい行く感じになりますね。あれ、馬がいるサントリーニ島には馬もいるんですね。朝は全然人いなかったのに、すごい人だな。お土産物屋さんが両脇にずらーっと並んでますね。おそらくですけど、フィラで一番人通りがあって賑やかな場所なんでしょうね。もうここずーっと両脇にお土産物屋とレストランがあります。はい、バスターミナルに着きましたが、めちゃくちゃいっぱいバスがいて、どれがイア行きなのかわからん。今私がいるのはフィラですね。で、私はこのイアに行きたいです。で、空港とかフェリーポート行きのバスもありますね。で、時刻表はこんな感じなんですけど、結構当てにならないらしいです。もう適当らしいです。で、運賃2ユーロ。どのバスか全くわかんないし、今まだいないのかもわからん。さっき聞いたら、このバスじゃない別のバスだって言われたけど、もう全然わかんないね。もうめちゃくちゃですね、ここ。今、私服だから乗客なのか、スタッフなのかわかんないですけど、イア行きのバスこれって言われたんだけど、本当イアなんてどこにも書いてないけど、でもまあ信じよう。どうやら本当だったみたいです。てか多分ね、イア行く人たくさんいるはずなんだけど、多分みんなこのバスだって分かってないんだよね。だから今んとこ全然ガラガラなんですよ。時刻表通りだったら11時半に出発すると思ったんですけど、11時半になったらドライバーが外でタバコ吸いに出ました。もういろいろめちゃくちゃっすね。スリランカの方がよっぽどしっかりしてるわ。タバコが吸い終わったようで、11時34分に出発しました。まあ思ったよりは時間通りかな。スリランカの方がしっかりはしてるけど。西側のフィラの街は高台にあるから、ちょっと東に行くとこんな感じでいい景色です。いい街並みを見ることができますね。12時2分にイアのバスターミナル着きました。まあ約30分ですね。ではですね、予約してるホテルまでここから歩いてほんとすぐなのでチェックインできないかもしれないけど、とりあえず行ってみます。はい、すぐ到着しました。このアエスリオサンセットビレッジ、こちらになります。チェックインします。思ってた以上に、ね、素敵なところかもしれない。敷地広そうだな。入り口からレセプションまでが遠いです。今レセプション行ったんですけど、チェックイン3時からということで、今12時16分なんで全然時間ありますね。ということで、まだ部屋には入れませんが、この宿の施設を紹介します。で、まあいろんなところに部屋あるんですけど、まずここですね、プールがあります。まあ涼しいんで入らないんですけど、でも昼間はね、結構日差し強くて暑いな。入れないことはないけど。そしてですね、ここにサンセットテラスっていうところがあるんで、ここ登ってみましょう。ここサントリーニ島のイアはですね、世界一夕日が美しいと言われていますね。まあ誰が言ってるのかはよくわかんないですけど、とにかくそう言われてます。そしてテラスへ登る途中はこんな美しい教会がありますね。ブルードームになってますね。では改めてテラスへ上がっていきます。はい、こんな感じですね。夕日はどっちに落ちるんだろう。向こうか。多分向こうだと思うんですけどね。で、目の前には綺麗なブルードーム、こちらも教会があります。おそらく夕日が落ちるであろう海はこっちですね。
で、向こうは東側じゃない、北側か。北側の海ですね、こっちは。はい、では、イアの街並みをちょっと散歩します。この細い道にすごい人ですね。そしてここがイアの海岸沿いですね。いや、すごいすごい。で、向こうの方が3つぐらい青いドームがあるらしくて、それがめちゃくちゃ有名らしいですね。そして宿のテラスからも見えたこちらの青いドームの教会もみんなめちゃくちゃ写真撮ってます。はい、そして Google マップ上で3ドームスビューポイントとなってる場所に来たんですけど、これですね。これはすごい。多分これがサントリーニ島で一番有名なとこかな。逆側こんな感じ。こっちはブルーではないけど街並みがめちゃくちゃいいですね。建物は白で統一されてて、崖の色とのコントラストがいい。こっちも好き。いやー、この景色は格別ですね。いやー、確かにこれはいい。もうハネムーンとかで来ちゃう気持ちがわかるわ。これぞザ・サントリーニですね。素晴らしい。で、こっちもめっちゃいい感じですね。これがイアの街って感じです。いや、しかしイアはすごい人ですね。10月だからもうハイシーズンじゃないからそんな人いないのかなって期待してたんですけど、全然いますね。ということで、イアでも一番見たい景色は見たので、もうあとは適当にブラブラ散策します。この海岸線沿いを今ずーっと散歩してるんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですね。もう潮風に吹かれて最高です。で、今の道をずっと歩いてきたんですけど、北側の海に抜けるこの景色もめっちゃいいですね。こんな広場がありました。Google マップ上だとキッズプレイグラウンドって書いてあります。公園みたいな感じですかね。で、ここにあるあの鐘めっちゃ映えそうじゃないですか。もう絶対女子は来るべきだよ。はい、こんな感じですね。やはりここも記念撮影の列ができてましたね。ここはおそらく映えると思うんで、映えたい方はこちらへどうぞ。海沿いの道をずーっと東の方に歩いている感じなんですけど、ブルードームのとこを終着地にしようかな。そしてこちらがバスの中からも見えていた、これギリシャ正教会らしいです。青のドームと、あと壁は肌色っていうのかな、そんな感じの色で、これも素敵ですね。観光客が多いエリアはだいたいこの辺までですかね。東側はこんな感じでした。ホテルのある西側に歩き始めましてですね、時間が余ってるんで、茶か酒でもしばこうと思います。このザラミって読むのかな、ザラミビストロってとこ入りましてですね、店内はこんな感じなんですけども、完全に角の特等席座らせてもらいました。あっちの景色が最高です。食べ物も食べようかちょっと迷ったんですけど、もう1つだけにしました。これだけでも15ユーロだったんで、15ユーロまあとりあえずモヒートだけ頼みました。もうさっきのブルードームとこっちは海ですからね。いただきます。結構ミント強めかも。美味しいです。ごちそうさまです。お会計チップ 10% 乗せて 16.5 ユーロでした。モヒート1杯で3000円近くですか。頭おかしくなりそう。3時ちょい前になったのでホテルに戻ってきました。部屋の中に入りましたんでルームツアーします。めっちゃ広くてびっくりした。まずこちら入ってですね、リビングって感じですね。ソファーがあってテレビがあると。クローゼット、セーフティーボックスまでありますね。コーヒーとか紅茶類もあります。で、水回りなんですけども、洗面所。で、これがハンドソープですね。で、トイレとシャワー。シャワージェルとコンディショニングシャンプーか。じゃあ全部揃ってるってことで。清潔そうですね。で、タオルはバスタオルとフェイスタオルが2個ずつあります。で、寝室はですね、なんと2階というか、半2階みたいな感じですね。で、ベッドはこちらになります。シングルベッドは2台って感じですかね。で、このベッドルームがある2階から外出れるようになっていて、テラスがあります。で、2階だけじゃなくて、1階にもテラスがあります。1階のテラスはこんな感じ。両方ともプールビュー、中庭ビューって感じですね。Wi-Fi は正直そんな強くはないですね。そこそこって感じ。こちらのですね、アエスリオサンセットビレッジというホテルになります。こちらに1泊します。1泊朝食付き、アゴダで予約して25,280円です。このホテル結構いい場所なんですよ。さっき言った3ドームスビューポイントっていうところも歩いて本当1
分2分の世界で、あとバス停も1分2分の世界でめちゃくちゃ立地がいいんですよね。それで、ちょっと高くても、初めてのサントリーニだしいいかと思ってここにしたんですけど、場所ちょっと離れてても全然歩けましたね。だから場所ちょっと離れてて安い宿で正直良かったなっていう感じはしてます。後で気づいたんですけど、さっき1階のコーヒーとか紅茶が置いてあった下に冷蔵庫があって、で中に 1.5 リットルの水がありました。これ無料の水ですね。ではですね、また出かけようと思うんですけど、めちゃくちゃ曇ってきちゃったな。今日の日没が6時55分なんですよ。ちょうど夕飯時なのでどうしようかなと思ったんですけど、今5時24分なんですけど、もう今から夕食を食べちゃって、でその後で夕日を見ようと思います。お目当てのレストランはホテルからすぐ近く、ほんと徒歩1分ぐらいのところになります。こちらですね、ロカレストランっていうところになります。入れました。ちょっと雨降りそうだからちょっと中の方に座りなって言われて、全然ここでいいです。こちらがメニューになります。ロカレストランですね。でスターターからいろいろあります。でまずギリシャのビール、こちらいただきました。ラガービールです。読み方はわかりません。では乾杯。結構苦めでかなり香ばしいですね。なかなかうまいです。お通し的なものをもらいましたね。パンいるかって言われてくれって言ったら、これパン用でこれ使えって言われて、これもくれましたね。頼んだものフレッシュフィッシュセビーチェって言ってたんですけど、めちゃくちゃ提供早くてびっくりした。ということでセビーチェいただきます。島なんで魚食おうと思ったんですけど、ちょうどいいですね。うまいですね。魚はちょっとわかんないけど、多分タイじゃないかな。魚の弾力がすごくて新鮮な感じがしてうまいですね。味付けはセビーチェなんでちょっと酸っぱくてちょっとだけ辛いって感じの味付けで、味付けもめちゃくちゃいいですし。はい。でメインディッシュのムサカという料理が来ました。こちらのムサカってやつなんですけど、ギリシャを代表する家庭料理で、ナス、ジャガイモ、ひき肉のミートソース、ベジャメルソースを層にしてオーブンで焼き上げたものだそうです。ではいただきます。匂いがめちゃくちゃうまそう。これはうまいですね。とにかくナスが大量ですね。あとチーズも入れててうまい。で改めて断面を映すんですけど、ほんとナスがぎっしり詰まってる感じですね。でトマトとかジャガイモとかチーズが入ってる感じ。あとひき肉か。これうまいっすよ。で実際食べるまではジャガイモメインのココナッツ系のものなのかなと勝手に思ってたんですけど、全然そんなことなくて、メインはむしろナスですね。でそこにもうひき肉やらトマトやらがちょうどいいバランスで入ってるんで美味しいです。ごちそうさまでした。お会計チップ 10% 込みで 48.95 ユーロでした。でですね、飯食ってる間結構雨降ってきました。もう夕日もクソもないですね本当はこっから観光プラス夕日スポットに行こうと思ってたんですけど、ちょっと雨降ってるんでホテルの部屋に帰ります。はい、ということでサクッとホテル帰ってきました。いやホテルから近いレストランにしといてよかった。ただいま6時35分、あと20分で日没なんですけど、さっきより雨が強まってますね。でこの空を見る限り天気回復しそうもないので、残念ですが世界一綺麗な夕日は見れず、もう今日はやることないので、もうこのまま部屋で過ごして寝たいと思います。それで明日このホテルチェックアウトしまして、明日サントリーニ島を離れます。明日はフェリーに乗ってミコノス島というところへ行く予定です。ということで今日はおやすみなさい。おはようございます。10月7日火曜日朝5時45分です。この宿朝食付きなんですけども、朝食が8時半かららしいんですよね。それだとちょっと私間に合わないので食べられないので、明日朝早くチェックアウトするよって言ったら、代わりに朝食を用意してくれて、昨日の夕方に届けてくれました。といってもこれだけなんで正直めちゃくちゃしょぼいんですけど、まあでもないよりはありがたいですね。いただきます。この後チェックアウトしますので、こちらのホテルの評価をしますが、星5つ中3つでお願いします。まず高いっていうのはもちろんあるんですけど、 Wi-Fi がめちゃくちゃ不安定でしたね。繋がったり繋がんなかったりって感じで不安定でしたね。そこは結構でかいです。この金額のホテルで Wi-Fi これかよっていう感じですね。であともう一個大きい減点材料が停電が何回もあったんですよ。ただ
まあ部屋はいいですし、場所が立地がめちゃくちゃいいので、まあギリギリ裁縫もしてもいいかなぐらいの3点って感じにしました。では今から宿を出ます。サントリーニ島のフェリーポートへ向かいます。ただここイヤから直接行くバスはないらしいんですよ。なので一旦またフィラ行きのバスに乗って、でフィラからフェリーポート行きのバスがあるはずなので乗り換える感じになります。はい、バス来ましたね。7時半発のフィラ行きのバスに乗ってきます。7時半ぴったりに出発しました。ではまずフィラへ向かいます。8時4分にフィラのバスターミナル着きました。で次このフィラからですね、このアスイニオスポートっていうところですね、8時半発のバスがあるみたいです。で相変わらずどのバスか全く分かんないですけど、おそらくまだ来てないっぽいですね。来るバス全てにどこ行くって聞いて、やっとフェリーポート行きのバス見つけました。今回のこのバスの運賃は 2.5 ユーロっぽいです。8時56分フェリーターミナルに着きました。今乗ったバスがこれなんですけど、どこがフェリーの乗り場なのかさっぱりわかんないですね。ディパーチャーターミナルってあるからここだと思うんですけども、ゲート4っていうのが気になるな。1から3がどこにあるのか全く分かりません。9時58分ですね、フェリーへの乗船が開始されたようです。ということでサントリーニ編は以上になりますね。面白かった、役に立ったとか思っていただけたならチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回はミコノス島編ということになりますね。ご視聴ありがとうございました。またミコノス島編でお会いしましょう。